こんにちは、薬剤師のゆうです。今回は、抗菌ヘルペス再発治療薬のアクチビア軟膏とアラセナ S を比較していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に入っていきます。まず、市販薬が使えるタイミングについて見ていこうと思います。市販薬が使えるタイミングは、抗菌ヘルペスが再発した時に使用可能です。抗菌ヘルペス再発治療薬は、ヘルペスウイルスなどのウイルスにのみ効果を示します。そのため、細菌や心筋などによる口周りの症状には効きません。口唇ヘルペスだと自己判断で初回から決めつけるのは危険です。初発は皮膚科に受診して医師から薬を処方してもらってください。それでは、アクチビア軟膏、アラセナ S の共通の特徴について見ていこうと思います。口唇ヘルペスを起こすウイルスに直接作用し、ウイルスの増殖を抑え、症状を改善する。ピリピリやチクチクといった口唇の違和感を感じたら、できるだけ早く使用する方が治りが早い。第一類医薬品に分類され、薬剤師からのみ購入することができる。口周り以外の場所のヘルペスウイルスによる症状には使用しない。5日間使用して症状が改善しない場合は使用を中止する。それでは、アクチビア軟膏とアラセナ S の比較をしていきたいと思います。有効成分はアクチビア軟膏がアシクロビルで、アラサナ S がビダラビンです。どちらも口唇ヘルペスを引き起こすウイルスに対し直接効果を示す有効成分です。希望小売価格はアクチビア軟膏が1210円、アラサナ S が1485円と、アクチビア軟膏の方が175円安いです。使用回数はアクチビア軟膏が3から5回、アラサナ S が1から4回と、アラサナ S の方が塗る回数が少なくて済みます。剤形はアクチビア軟膏が軟膏しかないのに対し、アラサナ S には軟膏とクリームの両方の選択肢があります。軟膏とクリームの使い分けについて見ていきたいと思います。まず軟膏の特徴です。軟膏は刺激が少なく、患部を保護する作用が強いです。ただし、ベトつき感があり、テカリが気になることがあります。そのため、肌が敏感な人、水ぶくれや痛みの症状がある人におすすめです。次は、クリームの特徴です。クリームは、塗った後、ベタつきが少なく、テカりにくいといった特徴があります。ピリピリやチクチクといった症状のある人におすすめです。また、メイクなど顔につけるものがある人にもおすすめです。それでは、実際にアクチビア軟膏がおすすめの人を見ていきたいと思います。アクチビア軟膏がおすすめな人は、肌が敏感な人、水ぶくれや痛みなどの症状がある人、値段をリーズナブルに済ませたい人、以前、口唇ヘルペス再発時にアクチビア軟膏を使って効果を実感できた人はおすすめです。次は、アラセナ S がおすすめの人です。1日のうちに塗る回数が少ない方がいい人。アクチビア軟膏と比べると塗る回数が少なくて済みます。軟膏によるベトつきやテカリが気になる人。アラセナ S はクリームと軟膏の2種類から剤形を選べます。以前、口唇ヘルペス再発時にアラセナ S を使って効果を実感できた人。それでは、今回の動画のまとめです。口唇ヘルペスが再発した時に使用可能。細菌や心筋などによる口周りの症状には効かない。口唇ヘルペスを起こすウイルスに直接作用し、ウイルスの増殖を抑え、症状を改善する。ピリピリやチクチクといった口唇の違和感を感じたら、できるだけ早く使用する方が治りが早い。5日間使用して症状が改善しない場合は使用を中止する。ご視聴ありがとうございました。
今回の動画が良かったと思われた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは失礼します。